こんにちは、チャーリーです。今回のお話は、効率的に上達することができる練習のやり方。限られた時間、限られた環境の中で、いかに無駄なく自分の目標を達成するのか、科学的に、そして物理的に効率のいい練習方法、これを2種類お伝えしていきたいと思います。まず1つ目は、大きくゆっくり確認をしながら動く。多くの方が練習場で速く鋭く連続して打たれている方が多いと思います。しかしプロや上級者になると、球を打つ前に大きくゆっくり体の使い方、これを確認して球を打つ。特にスイングを改造しよう、何か新しいテクニックを身につけようと思っている時は、とても重要な練習方法になります。そして2つ目、フェースの芯、スイートスポットがスイング中にどこにあるのか、フェースの向き、ヘッドの場所、これが今どこにあるのか確認しながら練習しています。この2点すごく重要なので、練習場に行ってパシ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 素早く振ってしまう。もちろん数を打てば上達はしてくると思います。しかしそれでは5年10年と練習しても上達の伸びというのはあまり望めません。それではなぜ先ほどの2つ大切になってくるのか、それぞれ詳しく解説していきたいと思います。まず1つ目の大きくゆっくり体の使い方を確認しながら振る。そもそもスポーツは連動性を持って動いています。手、足、体、全てがつながって流れるように関係性を持って動いているということです。この対極にある運動が単関節運動。筋肥大をさせたいときにここだけ鍛えたいとなると他は使いません。一つだけの関節を使って筋肉に負荷をかける。ゆっくり重たいものを動かす、そして筋肉を大きくさせるという時はこの単関節運動を使ってトレーニングをします。連動性を持たせるためには、速く鋭く動くとごまかしが効いて、そして自覚することができません。うまくできていなくてもやったような気がする。例えば走るのが速い人、綺麗に走っているように見えてもゆっくり分解してフォームを確認すると連動性が悪かったり改善ポイントがあったりします。運動なので元々のポテンシャルがあればある程度はいきますが、最大のパフォーマンスを出していく、成長していくためには足の先から頭の先まで、手の先まで体全体を連動させて使う。ゆっくり大きく筋肉の伸びや力のかけ方、体全体がしなやかに、自分の筋肉をどのようにどのタイミングでどちらに使うか、全体がつながって動く、これを確認するためには素早く動くのではなく大きくゆっくり動く。これを繰り返すことで脳にこの人はこういう動きをしたいんだな、こう使いたいんだなというのを丁寧に教える必要がある。最初もお話ししましたが、練習場で見ているとほとんどの人がフルスイングし続けています。もちろんトレーニング的な意味であったり、思いっきり振らないとわからないこともあります。しかしそれは練習の一部で大丈夫です。その人のスイングの答えはその人の中にあるので、自分の体に聞きながら全てがつながって動いている、これをゆっくり丁寧にやっていく。一見早く振れていて綺麗に見えるスイングもゆっくり振っていてできていなければパフォーマンスは高くありません。なのでまずは一球球を打つ前にゆっくり確認して、いろいろなチェックポイントがあると思いますが、それが自覚ができるレベルに落とす。ここまでできるようになってくると練習効率が上がってきて、なかなか直せないなという動きも丁寧にやっていれば必ず治ってきます。筋肉の使い方から直せていきます。2つ目、フェースの向き、
そしてスイートスポットがどこにあるのかイメージしながらスイングをする。目の前にあるお味噌汁を取ろうと思ったけど間違えてお茶碗を取ったってことは起こりません。しかしゴルフのスイングは完全に手やクラブが視界から消え、目で見えないところで動いてきます。さらにスピードがとてつもなく速いので肉眼で確認することができません。これがゴルフを難しくさせています。体の使い方、手の位置、シャフトの向き、そういったものは撮影をして後からスローにして確認できますが、ゴルフの主役はボールであり、そしてこのボールを実際に打ってコンタクトしているのはヘッドです。なのでどんな体の使い方をしようとも、このヘッド、フェースの向き、そして当てるべきスイートスポット、この位置が無意識に自分の中でずっと把握されている必要があります。これも多くの方がいい動きをすればうまく当たる、いいアドレス、いいリズム、いいスイングをすれば芯に当たって安定してくる、そういうふうに思われている方が多いですが、大きな間違いです。もちろん慣れてくるのである程度当たるかもしれませんが、スイング中にトップに行った時、今ヘッドがどこにあるのか、そしてフェースの向きがどこなのか、ダウンに入ってきて目には見えていません。しかしこの時フェースの向きがどこなのか、ヘッドの場所がどこなのか、どの辺りから入ってきてどこに当たり、そしてどう振り抜けるのか、体の使い方がどうあれ、重要なポイントはヘッドに詰まっています。なのでこれは100均で買ってきたシールです。スイートスポットに入ります。だいたいリーディングエッジの2本目から3本目ぐらいの真ん中、そして構えていただいたらボールを見るのではなくこちらを見ます。そしてバックスイングを引いたら視界から消えます。この時球を凝視するのではなく、このシールを貼ったスイートスポットの位置、これが今どこにあるのか意識します。これは目で見るわけではありません。想像です。今この辺りにあるな、でフェースの向きはどのぐらいの向きに向いてるな、そして確認のためにもちろん見るのはいいですが、引く、そして降りてくるときに今ヘッドはどこにあるのか、そしてどこから降りてきてフェースの向きがどっちを向いているのか、この正確にスイートスポットの位置、これが滑らかに綺麗な円を描いてヒットしてくる。これもゆっくり丁寧に確認していきます。手で直接何かを持って運動するときは手なので日頃から意識してます。手の位置がどこにあるのかあまり考えなくても分かりやすいです。背中に何か物があったとしてあの辺りかなと思えばポッと取りに行ってそんなに狂ったところには行きません。これが例えば箸になったとします。目の前に箸で何かつまめといえば箸先の位置を確認しながら何かをつまむことができますが、目に見えない位置に例えば何か豆かなんか置いてあって、これを見ないでつまむ、掴んでくるってなると箸先がどこにあるのかイメージしないと掴むことはできません。目で見えてない位置、そして道具を使ってこれほど先にあるもの、この先のものが今どこにあるのか、フェースの向き、そしてスイートスポットの位置、ヘッドの位置自体がどこから来てどこに抜けていくのか素振りをしながら確認をして、そして一球球を打つ。今この辺りにあるな、ここに来た、この辺りから降りてきた、でフェースの面はこっち向いている、当たる、振り抜けたら今ヘッドはどこにあるのか、フィニッシュでヘッドの位置、フェースの向き、どっちに向いているのか確認しながら練習する。実際に打つ時も今どこにヘッドがあるのかというのが分かってくるようになります。安定して球を飛ばすために体の使い方は大切ですが、ボールが主役、体はどこまでいっても脇役なので、体の使い方をどれほど訓練しても準主役であるヘッドが思い通りにコントロールできていなければ球も思い通りに飛びません。なのでこの2点、大きくゆっくり素振りをして
体の筋肉使い方に意識を持っていく、連動させる。そしてヘッドの位置、スイートスポットの位置、フェースの向きを常にどこにあるか確認しながら、意識しながら素振りを行う。どちらもゆっくりじゃなければできません。この大切なこの2つのポイントを抜きにして、いくら球数を打っても成長は遅いです。これはゴルフだけではなくスポーツには全て共通しています。陸上の選手でも野球の選手でもサッカーの選手でも、自分の筋肉に問いかけながら連動させる、これを意識して動く、共通しているので、しっかり練習してみてください。愛知県で僕のプライベートレッスン開催しています。予約していただこうと思っても2ヶ月ぐらい予約がいっぱい、2ヶ月3ヶ月先になるかもしれませんが、直接来ていただければその方に合ったどういう方向に向かって努力をすればいいのか、的確にアドバイスしていくことができるので、人数には限りがあるのですが、ぜひ概要欄の方から問い合わせていただいて、たった一度きりでも違うと思うので、よければ来てみてください。そしてここからはチャグル TV 公式アプリ会員の方に、若干マニアックだったりちょっとパッと面白みのないようなだけど実用的なレッスン、毎週動画でお送りしているので、ぜひそちらもよければご利用ください。